はい、金坊主でございます。今日はこちら、ノンデスクワーカー向けの iPad アプリ。ちょっとこれをね、触ってみようかなと思います。2025年のサイボーズデイズで発表されて、昨日かもね。今日は今2026年の4月の15日なんですけれども、キントーンのシステム管理のアップデートオプションにノンデスクワーカー向けの iPad アプリの使用を有効にするというのが出てきたので、iPad をね、使ってね、やってみようかと思います。何ができるかっていうとですね、なんかこう iPad アプリ、iPad に特化したアプリがあってですね、で、非常にこんな感じで使いやすくなっているらしいので、ちょっと触ってみようと思います。まず有効にするには、検討中の新機能。なので、やっぱりダメだなってなくなる可能性はあるんですけれども、今チェック入れるので、チェック入れて保存する。そうすると、キントーンのシステム管理から、こちら、ノンデスクワーカー向けの iPad アプリの利用設定。これを許可します。で、許可すると iPad アプリのインストールっていうのが出てきますので、これを iPad でインストールする必要があると。カメラ。iPad で読み込みまして、で、今回は、まず最初にこのテストフライトっていうのをインストールすると。で、開いて、これで OK なのかな。はい。で、戻って、次に、キントンタッチを押してインストールします。はい、これでできましたので、開く。有効期限は89日らしいですね。バージョン 1.00 だから出たばっかりや。で、始める。見たというところで、使うドメインのものを入れていきますので、はい。で、ここまで行きました。で、今、キントンタッチを使うには、キントンシステムの設定で有効にする必要がありますというふうになってるんですけれども、有効にはしてるんですよ。許可しているアプリがないので、一旦この顧客リスト、これを許可しておきます。よいしょ。こんな感じでね、キントンタッチがここにいますね。右下に。で、これを押すと、さっき許可してたら、はい。こんな感じで起動するようになるというところですね。で、これでできる。で、ここでいろいろとできるので、例えば会社名をどう入れるか。普通に入れるかな。担当者名は音声で入れようかな。許可。で、あとは会社のロゴは、そうですね。写真撮ろうかな。開発を検討中になってる。じゃあまあこれでこんな感じ。で、部署名はいろいろできますね。書くのもできんのか。でも開発を検討中がまだできひんやつもあるけれども、見てると電卓があるんで、例えば年齢は電卓で使うことはないけれども、電卓にしたりとか、郵便番号はこんなんで入れれるのか。あと試せてないやつは、QR コードがあるので、QR コードで読み込めるようにしておきましょうかね。って感じで、組み込むことができる。だから、種類によってはまだ開放されてないやつもあるわけですね。手書きできるけれども、このフィールドにはまだ対応してないよみたいなのがあると。でもこれで OK なんで、これで保存しましょう。で、色を青に、黄色かな。黄色にして、名称をテストにしようかな。で、今回のこのノンデスクワーカー向けなので、あえてキーボードをつけてないバージョンにしてますね、今僕は。このままで使えるという体だろうからというところで。で、できました。じゃあ、流れとしては、キーボードがない状態で、キントンタッチを押して、テストを押して、で、レコードの新規登録をしていく。で会社名は普通に打つわけですよね。で担当者名は、これなので、坊主の人。これで入力できましたね。で、会社のロゴは、添付ファイル追加なので、写真撮るなりができる。近くでいく。ロゴこれじゃないんですけど、これにしておきます。全部写ってないんですけどね。で、年齢は打てるんで、僕40歳で40歳。郵便番号はちょっとこれじゃやりにくかったですね。511。で、QR コード、住所から読み取る。QR コードを住所から読み取るけれども、これ、読み取ってくれましたね。はい。で、登録すると。レコードの登録が早くなる。さっと早くなるっていう形ですね。で今まではこういうことができなかったけれども、いろんな組み合わせができるようになったので、その組み合わせ次第で、現場の人が設定しやすくなってきているというところかなと思います。はい。で、レコードがね、登録されてますね。登録されてます。あれ、音声は、そうか、音声は坊主の人から音声データがない。でも年齢が入ってないですね。年齢が入ってない。登録ちゃんとできてなかったのかな多分これでいけるかな。
いしょ。入ってる。消えた。消えたな。履歴を見ると0になってる。なんだろう。計算はできるけれども、その計算の結果をセットするのはまた何かしないといけないかもしれないですね。相性があるのか、ちょっと直さないといけないですね。年齢のところは。じゃあ直したかったら設定に行って、編集をして、今年齢が、これが、これにしようかな。はい。で適用すると選べるような感じになってるんで、郵便番号もちょっとこれはさすがにあれでしたね。なるほど。郵便番号は本当は多分この辺のキーボード的なものがいいんですけど、やっぱし多分これ系にしちゃうとダメになりそうな気がしますね。で、例えば年齢やけれども、生年月日も入れたいってなっていくと、ここを押すと、こんな感じで、生年月日じゃなかったですけど、2カラム、1カラムに設定ができる。で、移動もこうやってシュンシュンと簡単にできる。でこれでできたので、もう一回編集をしに行くと、年齢はこれですね。で、郵便番号は000の0000。入力内容が正しくありません。正しくありません。数字のみなので、これでどうや。はい、これでいきましたね。で、次がですね、このテストのアプリには入れるけれども、テストのアプリの管理権限を持っていない人で入ってみました。すると、入力はできるけれども、右上にあった設定はできなくなってますね。で、ちゃんと反映してるかどうかを見たいので、田中花子さんは何もできない。で、今これ田中花子さんで入ってるんですけれども、よいしょ。いいですね。何の権限も与えなかったらアプリが出てこなくなりましたね。じゃあレコードの閲覧だけ与えました。じゃあ出てきましたね。ただ、レコードの閲覧しかできひんようにしてるんですけれども、レコードの追加と編集をこの田中花子さんにはできないようにしてるんですけれども、編集できちゃう。編集したらどうなるんだろう。はい、権限ないよ。編集に失敗しました。権限ないよとなりましたね。ってことは新規登録も権限ないよ。アプリとしては、なんか登録できそうやけれどもできへんと。じゃあこの右上のボタン消しとかないといけないですよね。うん。で、よくよく見たらさっきのここの年齢のところも、年齢、さっきのこう、バーずらすようなやつにしましたけれども、動かなくなりましたね。ではこれでレコードの追加と編集を田中花子さんに権限をお渡ししましょう。はい、お渡ししました。読み込まなくてもいけるのかな？いけましたね。で、新規登録もできるようになりましたね。はい。アプリの管理の権限をこっちでちゃんと渡しておけば、出てきましたね。そうですよね。全体を触るから一つ一つのアプリの権限を渡したところでできるもんではないですわね。一つ一つのアプリに権限を渡してもあれだから、ちゃんとKintoneのシステム管理のアクセス権で渡しておけば、iPad でログインしたら設定ができるようになっていくと。触ってみましたけれども、皆さんも見てたと思うんで、結構ね、入力はしやすくなるかなと思います。ただ、入力のそのまだ開発中なのでね、これからどうなっていくかっていうところと、相性ですよね。相性。例えば、さっきの数字、やってみたけれども、結局、年齢が55歳ってなってますけれども、これが55歳ですよね。はい。0になるというところで、なぜか、こっちで入力したけれども、Kintone開くと、0になるというような現象も起きたりしてますので、そのあたり含めて、これからのアップデートが楽しみかなとは思いますが、ちゃんとね、こんな感じでゼロにならなければ使いやすくなってくるんじゃないかなとは思いますので、検討中のね、機能として触れるかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひともね、触っていただいて、で、今後どうなっていくかってところがあるので、すぐに実装っていうのはちょっとね、難しいのかもしれないですけれども、こんなことできるんだなというところで触ってもらって、フィードバックとかがあれば、サイボーズの方に言うという形になるんじゃないかなと思います。今日はね、とりあえず、ノンデスクワーカー向けの iPad のね、アプリ触ってみました。こんな感じでね、動画いろいろ投稿してますので、チャンネル登録といいねお願いします。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love